今回は RC211V の V 型5気筒エンジンの詳細とエンジンに関わる制御などを見ていきたいと思います。エンジンの簡単なスペックです。V 型5気筒で総排気量は 989.84cc、ボア&ストロークは 73.0×47.3mm、最高出力は約226馬力。比較のためにライバルのヤマハのデータを持ってきました。こちらは直列4気筒の 967cc、78.0×50.6、205馬力です。ヤマハは YZR と同じサイズのフレームに収めるためにエンジンが小さいので 967cc という中途半端な排気量です。ホンダもヤマハもこれどちらも開幕時のスペックです。排気量の差とシリンダーの数の差で、ホンダの方がパワーはあります。次に V 型5気筒のエンジンの V バンク角は 75.5 度で、クランクピン位相は 104.5 度。シリンダーの画像に丸1から丸5まで番号をつけました。点火順序は25341の不等間隔近接爆発です。V 型4気筒に丸3のシリンダー1気筒分を足したエンジンと考えると分かりやすいです。この丸3のシリンダーがバランサーの役目を果たすことによって、バランサーシャフトなしで成立してます。パワーもあって、不等間隔爆発、バランサーシャフトも不要。完璧すぎるエンジンですね。きちんと不等間隔を取り入れてるところが NSR でトラクションの確保に苦労した経験が活かされてますね。不等間隔爆発のエンジンであることがどれぐらい重要かっていうのは YZR-M1 にクロスプレーンエンジンを採用したヤマハの古澤さんの言葉からよくわかります。2003年点灯を重ねた YZR-M1 についてシングルプレーンが持っていた根本的な弱点が問題。直列4気筒にこだわったヤマハ、川崎は等間隔爆発のままで全然ダメだったと語ってます。200馬力を超えるようなバイクには等間隔爆発のシングルプレーンでは話にならなかったんですね。次にボア&ストローク比は 0.648。F1 ほどの超高回転ではない。ピストンスピードも 14,750 回転で 23.25 メートルセカンド。30メートルセカンドも可能な今ではスタンダードなレベル。シリンダーヘッド周りは1000キロ使用が前提。エンジンとしてはカリカリに無理をさせてるわけではないんですね。これは信頼性も確保できますし、エンジンライフも長くできます。1000キロという数字は運用コストを抑えたいというホンダの意向があって、NSR より低コストで高性能なバイクを目指したというわけです。これだけ高性能なのにコストまで抑えてるのはさすがですね。では次に、燃料噴射はデュアルシーケンシャル方式。ポートの上から吹く高負荷用アッパーインジェクターとポート内噴射の低負荷用ロアインジェクターの組み合わせです。エンジン回転数、スロットル回路で燃圧制御をするだけでなく、インレットポートの残存燃料が次の吸入タイミングで流入する量を予測し、最適化を図る付着燃料制御によってドライバビリティ、燃費を向上。ハイパワーで耐久性まであるエンジンなのに、燃費まで考慮した燃料噴射方式なんですね。なんて気が利いたエンジンなんでしょう。で、確かに燃費も大事で、この時はガソリン24リットルって使用量が決まってますから、レース距離約120キロをハイスピードで走り続けるには大事ですよね。さらに、ラム圧下級もあります。第10戦のチェコ GP から導入。約5%、10馬力程度のパワーアップを実現。跳ね上がったパワーにタイヤがブロー、ロッシはリタイア。シーズン当初はエンジンのマイナートラブルがあったので導入が遅くなったようですが、チェコ GP から導入。10馬力ってすごいアップですよね。ロッシがタイヤトラブルでリタイアしたのもこれが理由だったんですね。で、次は、4サイクルエンジンには付き物のバックトルクリミッターですね。機械式バックトルクリミッターの改良を続けていたが、リアタイヤのホッピング等によって、コーナー進入時の安定感がないというライダーの声。パシフィック GP から電子制御スロットルをウカワ車に導入。2003年はワークス使用車に標準装備。
強力なエンジンブレーキを緩和する減速制御も開始。当初はエンジンブレーキの対策はバックトルクリミッターだけだったんですね。電子制御スロットルじゃなかったので難しかったんですね。次は、トラクションコントロールです。当初は点火時期と燃料噴射量による出力制御方式。2003年、電子制御スロットル HITCS 投入でスロットル回路ポジションによる制御を追加。最初からトラクションコントロールはついていたんだけど、2003年からさらに進化したんですね。まあ何しろ何から何まで必要なものがついてて、しかも進化していく。ロッシが2年間圧勝したのも納得できますね。で、はい、次が最後です。エキゾーストのレイアウトについてです。当初は前バンク側が321、後ろが21。の排気でした。で、2003年から音量規制がなくなったため、メガホンマフラーに変更。前が32、後ろが21に変わりました。2003年の途中でメガホンマフラーに変わって、音が非常にうるさいので、ロッシがそこから耳栓をしだしたっつうのは私よく覚えてます。このメガホンマフラーは上の写真の赤丸のとこですね。サイレンサーがないので、なかなか音量がすごいんでしょう。こんな感じで、エンジン関係の技術をざっと見てきましたが、前回の動画で紹介した乗りやすいバイクを追求するというプロジェクトリーダーの吉村さんの考えがエンジンからも随所に感じられますね。素晴らしいリーダーとそれに応える技術者の皆さんが作ったバイクだっていうことがよくわかりました。